ハピラボ。皆さんどうもこんにちは。ハードディスクにはもう戻れない、カキさんです。皆さん、SSD ってご存知ですか？知らない？そんなあなたに今回は素晴らしいものを紹介したいと思います。はい、M.2 SSD です。まあ、博識な皆さんでしたら今更 SSD の種類なんて説明いらないですよね。なので細かな話は抜きにして、今回はこちらの M.2 SSD を使っていきたいと思います。この番組はキングストンの提供でお送りいたします。ということでまずは今回の流れのご説明。まずは開封と中身の確認、製品のスペック等のご説明。次にベンチマークの測定、ストレージのスピードなどを計測していきます。そして、最後に大容量の高速外付けストレージを作っていきたいと思います。それでは早速開封からやっていきましょう。ではまずはこちらの SSD から開封していきましょう。商品名は NV1、容量は 2TB となっております。かなり大容量。規格は M.2 2280となっており、PCIe Gen 3.0 by4 での動作となります。最大読み込み速度は 2100MB 毎秒。最大書き込み速度は 1700MB 毎秒となっております。耐久性は 2TB モデルが 480TB ライト。QLC 型の SSD となっております。実売価格は24000円前後ですね。安価で大容量が購入できる代わりに、耐久性や速度は TLC 型より低いものとなります。搭載されているメモリチップは片面実装となっており、裏面には実装パーツはありません。最近はマザーボードにヒートシンクが付属しているので、片面実装の方がありがたいですよね。両面だと裏面の冷却が難しいですもんね。それでは、表面に搭載されているチップ等を見ていきましょうか。その前に、M.2 のこのシールを剥がす人も多いかと思いますがこちらのストレージはこのシールを剥がすと保証がなくなるので要注意。シールは剥がさないことをお勧めします。ここを剥がさないと冷却面で気になるという人もいますよね。シールを剥がし終わるとこんな感じ。メモリコントローラーはファイソン製のチップが搭載されておりました。そして難度はキングストンの刻印が入ったチップが4枚。インテル64層のチップみたい。4枚で 2TB と考えるとすごいよね。時代の進歩は恐ろしい。見ていただいたらわかるように、こちらの M.2 は DRAM キャッシュが付いておりません。DRAM レス設計によりコスト削減されているみたい。そして省電力、低発熱なのも売りらしい。この辺も後ほどベンチマーク等で見ていきましょう。お次はこちらを見ていきましょう。商品名は KC2500、容量は 1TB となっております。最近ではこのくらいの容量のストレージを使われる方も多いですよね。ゲームも動画編集も結構容量食いますしね。こちらも規格は M.2 2280となっており、PCIe Gen 3.0 by4 での動作となります。最大読み込み速度は 3500MB 毎秒。最大書き込み速度は 2900MB 毎秒となっております。Gen 3動作としては読み書きともにかなり速い部類だと思います。耐久性は 1TB モデルが 600TB ライト。TLC 型の SSD となっております。実売価格は15000円前後ですね。読み書きともに、先ほどの NV1 よりも優れていますね。NV1 と比べると容量は半分ですが、こちらの方が書き込み耐性にも優れています。あとは暗号化にも優れているみたい。セキュリティを気にされる方にはいいかも。個人的にはこちらの SSD の方が、PC に搭載するのならいいのではないかなと思います。しかし両面実装なので厚みが結構あります。マザーボードについているヒートシンクでは表の面は冷やせても裏の面は冷やせないですね。ここら辺が温度にどう影響するか、そこら辺も気になるところです。それではこちらもシールを剥がしてみていきましょう。ちなみにこちらも剥がしたら、5年保証がなくなるので要注意です。シールを剥がし終わるとこんな感じ。メモリコントローラチップが現れましたね。メモリコントローラチップはシリコンモーション製でした。これはかなり性能のいいコントローラチップだったと思う。そして難度フラッシュはキングストン刻印が入ったチップが8枚搭載されていました。記載では、これは96層からなる 3D TLC 難度ですね。そして DRAM キャッシュも型番から調べたんですが、情報が出てこなかった。DRAM キャッシュは本体容量の約 1%、1024MB が搭載されているみたい。とりあえず搭載されているチップ類はこんな感じかな。それでは実際 PC に搭載してベンチマークを測定していきましょう。まず、テストにはこのような検証環境を使用しました。OS の導入にはテスト時にボトルネックにならないように全4動作のものを使用いたしました。
まずはヒートシンクのない状態で温度とスコアの測定をしてみたいと思います。果たして温度はどの程度上がるでしょうか。ではこの状態でテストを行っていきたいと思います。速度の測定に使うソフトはクリスタルディスクマーク。まずは QLC の NV1 の計測から行っていきます。最大読み込み速度は 2100MB 毎秒。最大書き込み速度は 1700MB 毎秒。ストレージの空き容量は 100%。25度の室温の部屋で測定をしております。まず速度に関しては、読み書きともに概ね交渉値通り、読み込みが 100MB 毎秒ほど下回っているのは、まあ誤差の範囲だと思う。そしてヒートシンクなしでの最高温度は68度まで上がっておりました。ちなみにヒートシンクをつけて再測定した場合、温度は最高48度まで下がりました。20度も下がるのは大きいと思う。やっぱりヒートシンクはつけた方がいいね。スコアはライトがかなり上昇してます。最大書き込み速度の交渉値より高くなってました。それでは次は KC2500 を見ていきましょう。こちらのストレージは TLC の KC2500 となります。最大読み込み速度は 3500MB 毎秒。最大書き込み速度は 2900MB 毎秒。ストレージの空き容量は 100%。25度の室温の部屋で測定をしております。こちらも速度に関しては、読み書きともに概ね交渉値通り、かなり爆速だよね。どうせならこのくらいのストレージ速度は欲しいよね。速くていいと思う。しかしなぜか私の環境ではサーマルスロットリングも起きてないのにランダムアクセスのスコアが低い気がする。調べたらここは1400ぐらい出るって見たんだけどな。一応ベンチマーク中の最高温度は69度。確か85度になるとサーマルスロットリングが起きるらしい。そしてヒートシンクありの最高温度は48度でした。これも温度は20度くらい下がりました。ヒートシンクの質っていうのもあるんだろうけど、これだけ温度変化があるんだったらやっぱりつけた方がいいね。二つともヒートシンクありとなしで計測してみたけど、結果はあまり大差はありませんでした。何回も回してると違いが出るのかもしれないね。それではここからは少し実験をしてみたいと思います。では、ここからはキャッシュの測定のために NV1 に 500GB の大容量ファイルを書き込んでみました。ちなみにストレージの中は空っぽの状態です。すると速度は平均約 1.5GB 毎秒で書き込みが行われていました。1秒あたり 1.5GB 書き込みができると考えるとすごいですよね。これだけ出ていれば体感的には満足できると思います。しかし、500GB 近辺でキャッシュ切れが起こりました。だいたいストレージの 25% を使用したあたりでキャッシュ切れが起こるといった感じですね。キャッシュ切れ後のストレージ速度は 60MB 毎秒といった感じでした。キャッシュ切れ自体はどんなストレージでもあるけれども、VRAM レスだとやはり落ち込んでしまいますね。それに比べ、KC2500 は1段階目のキャッシュ切れが起きた時でも平均が約 1200MB 毎秒。このスピードで 500GB の書き込みが行えました。これは本当に良いストレージだと思う。そして 500GB 超過して書き込みをしていると、2段階目のキャッシュ切れが起こりました。それでも 700MB 毎秒のスピードが出てるから、通常では困ることはないですね。このストレージをメインストレージにしたら良さそう。キャッシュが切れてもこの速度はすごいと思った。それでは計測はこの辺りにして、M.2 SSD を大容量外付けストレージにしてみたいと思います。それでは今回は NV1 を外付けストレージに変更していこうと思います。使用するのは、サンダーボルト対応のエンクロージャーです。こちらを使用することで高速なやり取りができます。こちらの NV1 を一時的な動画保管庫とするために、こちらのエンクロージャーに組み込みをしていきたいと思います。エンクロージャーの見た目はこんな感じ。アルミ製となっており放熱は十分そう。M.2 SSD にサーマルパッドを貼り付け、基板に組み込みしました。あとはケースに戻して大容量の外付け SSD の完成です。なかなかコンパクトでいいんじゃないかな？今やこれで 2TB。素晴らしいですね。それでは使用してみたいと思います。まずは本体にサンダーボルトケーブルを接続。そしてマザーボード側のサンダーボルト端子に接続をします。これだけで外付けストレージとして使用することができます。楽だし、これでスピードが速ければいいよね。ということでこちらでもベンチマークを軽く走らせてみました。さて、サンダーボルト接続でどのくらいの速度が出るのか、ベンチマークを走らせた結果はこんな感じ。外付け SSD としては十分すぎるぐらいの速度が出ましたね。M.2 ストレージの使い方として、こういうのもありじゃないかなと思った。持ち運びもできるし、何より高速でコンパクトっていうところがいいよね。
これから一時的な動画保管庫として使おうと思う。キャッシュ切れ起こしても、完成動画の書き込みぐらいだったら問題なかったしね。ということで今回の検証はこれで終了。素人なりに検証したから、間違いはあるかもしれないけど勘弁して。個人的にはこちらの KC2500 がとてもいいと思いました。書き込み速度的にも、キャッシュ的にも価格的にも割と優秀だと思う。そして NV1 は大容量でコスパはいいモデルって印象。安くたくさんの容量が欲しいって人にはいいと思う。ゲームのインストール先なんかにいいんじゃないかな。最近はゲームも結構容量食うしね。そんな感じですね。今回紹介した商品は、現在特別キャンペーンをやってるのでもし興味がある方は概要欄にリンクを貼っておくので見てみてください。期間は6月末までみたいだね。対象商品は3つ。今回紹介したもの以外にも A2000 という M.2 ストレージも対象のようです。クオカードなどの商品もあるので、期間内に購入した方は応募してみるのもいいんじゃないかな。ということで今回の動画はここまで。私のおすすめとしては KC2500 がいいんじゃないかなと思う。そんなところです。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。大容量 SSD はロマンがあるよね。レイド組んだりするのもいいかも。いろいろ試して寿命縮めそう。